チェリーブラッサムウェルカムセンター前にいます。ブランチブルックパークには約5000本の桜の木があるそうです。ここに来るだけで結構な数の桜の木が見られますが、ざっと300本ぐらいはすぐそばに見えます。この公園の桜は日本から寄贈されたものが多く、今のところ18種ほどになるそうです。寒山ではない濃いめのピンクの桜もたくさんあります。寒山が咲くまであと2、3週間かかりそうです。この木の種類はフクロクジュかベニュータカなんじゃないかと思います。フクロクジュなら花弁が下を向いていることが一致、ベニュータカなら花の周りが濃い色で縁取りされていることが一致です。この種がウェルカムセンター近くにかなり多く見られます。右に小さく見える建物がウェルカムセンターです。この公園では木の種類の紹介が一切ないので、私が言う桜の種類についてもすべて私の当てずっぽうになります。ここはアメリカなので桜の木の下で宴会はできませんが、日本が恋しくてたまらなくなったら、こちらでゆっくり過ごすのもいいかもしれません。私は毎年そうしています。フクロジュとベニュータカの多くがこの時点では咲き乱れている感じでしょうか。手入れのほどに関しては日本と比べるわけにはいかないですね。花同士の密度が全く違います。日本の桜は満開時、隙間がありませんが、こちらはスカスカになっていることが多いです。いい点を挙げると木のサイズが大きいです。よく育ち背が高く、迫力がすごいです。人による手入れは行き届かなくても、土の栄養分の高さが原因なのかもしれないです。こちらはスノーファウンテンズウィーピングチェリーかと思います。アメリカでは個人の家の庭にこの木を見ることも多いです。前面の大木はソメイヨシノです。これだけは自信があります。私が特別美しいしだれ桜として選んだ4本の木のうちの一つです。番号はウェルカムセンターに近い順です。位置はブランチブルックパークドライブの向こう側にクララマスメディカルセンターが見えるあたりです。今回は特別大きく美しいしだれ桜を長めに紹介したいと思います。すぐ横にもう一本美しいしだれ桜があるのですが、それは一番の木として帰りがけに紹介しようと思います。この時撮った写真の具合が気に入らなかったためです。日本でも同じですが、天気がすぐに変わるので難しいです。ブランチブルックパークドライブの向こう側に2本高い木があります。ブランチブルックパークドライブ沿いを北東に進んでいます。セカンドリバーが左側に流れています。こちらもソメイヨシノかもしれないです。ブランチブルックワークスプログレスブリッジの手前にいます。さっきのブリッジを越えてノースブランチブルックブリッジの方へ進みます。こちらはノースブランチブルックブリッジを渡る手前で、ソメイヨシノの十数本を含む桜の木が集まっています。これらはおそらく公園内で一番背のある桜の木2本です。映像ではわかりませんが、しだれ桜の方は13メートルはあるんじゃないかと思います。ノースブランチブルックブリッジを渡った後です。こちらはスプリングワンダーチェリーかもしれません。アメリカでこの種は最近人気だと思います。目前に見えるのはミルストリートです。丘を上がって隣接しているベルビルパークにやってきました。
丘を下って辺りを歩きます。左にピンク、右に白ですね。こちらは山桜でしょうか。こちらは霞桜でしょうか。こちらは富士桜かと思います。ミルストリートとユニオンアベニューの交差点に来ました。この辺りに大きな白とピンクのしだれ桜があります。3番の白のしだれ桜です。すぐ横の木もおそらく同類です。どちらも高さがあります。4番はピンクのしだれ桜です。少し濃いめのピンクなので、紅しだれと呼ぶべきでしょうか。同じ木ですが、角度を変えるとこんな風に見た目がかなり変わります。深さは8から10メートルほどあるんじゃないでしょうか。私はこの木が一番好きです。
ここからウェルカムセンターの方向へ引き返します。剪定などはおそらくされてないため、全く花をつけていない細い枝が目立ち、黒っぽく見えますね。こちらもスプリングワンダーチェリーでしょうか。花弁の色に特にグラデーションは見られず、一定だと思います。ミルストリートがパークドライブに切り替わる地点のベルビルパークの麓まで戻ってきています。こちらはまだ咲き始めです。1週間前後で満開でしょうか。こちらはつぼみが淡いピンクなことと、若葉も黄色か緑なので、不現像ではなく白体なのかもしれないです。先ほども少し紹介したノースブランチブルックブリッジのそばのソメイヨシノが集中している小さい広場です。ここは少し平らになっているので、ビニールを広げてその上でくつろぐ人もいます。そしてこちらが一番のしだれ桜。かなり葉が出てきています。花は薄ピンクです。ウェルカムセンター前に戻ってきました。今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。